にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、抹茶オレで作る、簡単抹茶わらびを作っていくよ。前回に引き続き抹茶オレで簡単に抹茶のお菓子を作ろうの回ですな。そうそう、今回はネスカフェさんの抹茶オレ粉末で、簡単わらび餅を作っちゃいます。怖い、少しずつ近づいてこないでください。お前も抹茶にならないかって冗談は置いといて。よろしければ前回のファーブルトン動画も見てみてください。わらび餅の材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。まずはお砂糖、お好みのものを使おう。次に片栗粉。わらび粉の代わりに片栗粉を使う、簡単わらび風なお餅なわけですね。本物とは食感が変わりますが、お家にある材料で作れるのはいいよね。思い立ったら作れちゃう。飛び散るのが怖くてちぎれない。てや。インスタントの抹茶オレを測ります。これを2本。ネスカフェさんのだと2本で 9.6g。他の会社のだったら 10g くらいで測ろう。これをあらかじめ混ぜます。そしてお水を入れていく。混ぜ。ダマなっちゃったのでこします。戻します。ボウルでスタートしてたら無駄がなかったね。学びですね。そしてお鍋に火をかける前に氷水を用意しよう。では火をかけてきます。はいやー、火力は弱めの中火くらいです。熱くなったら急に固まってくるからね。常に混ぜ続けます。ほらほら、きた。おりゃ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 。1分ほど炊き続けると、そしたら OK です。全体に火が通るように中心から切るように混ぜよう。では揚げます。氷水にザブーン。しっかり冷やして揚げちゃおう。触れるくらい粗熱が取れたら食べやすいサイズにちぎっていこう。中心はまだ熱いかもだから気をつけよう。プチプチ。この後水気を切ってお皿にのせたら完成。お好みのトッピングで食べちゃおう。とりあえずきなこね。きなこちょうだい。ないです。何やってんだお前ってのは冗談だけど、代わりに黒蜜で味付けしちゃう。タラタラリン。ダメ押しに抹茶パウダー。こちらはミルクと抹茶パウダーの味付け。どっちもいい感じ。それではいただきます。おいしい。抹茶の渋みの中にある俺のミルク感が食べやすくなってグッド。そのままだとちょっと甘みが控えめの配合だから、お砂糖なりきな粉なり黒蜜、蜂蜜とか好きなトッピングで食べちゃおう。今回は抹茶オレで簡単に作っちゃう抹茶わらび、いかがだったかしら。抹茶オレさえ買ってしまえば材料もシンプルで、さっと作れてしまうのがいいところですね。冷やしてチュルンと召し上がれば、この暑い夏にぴったりの抹茶スイーツじゃ。ぜひみんなも作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。